日本人なら誰でも日本語を教えられるなんて考えたら大間違いです。学校の国語の先生とか学習塾とか予備校の国語の先生でも外国人に日本語を教えるなんてことは不可能です。外国人に日本語をきちんと教えようとしたら、日本語教師としての勉強をして、日本語教師としてしっかりと訓練を受けてください。でないと外国人に日本語を教えるなんてのは不可能です。で、逆の立場、学校の先生や学習塾、予備校の先生たちから言わせると、日本語教師に大学進学とか専門学校進学とか入試対策など受験指導などできません。不可能です。まずはこの動画を見てしっかりと勉強してください。もう日が暮れるから。皆さんこんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今回のこの動画のシリーズでは、外国人留学生が日本の大学に進学する際の大学の進学指導、受験対策に関してお話ししていきたいと思います。今回はその第1回目として、簡単に大学進学の方向性について少しお話ししたいと思います。まずはですね、本当申し訳ないですけども、私の経歴について、自己紹介したいと思います。私実はですね、本業予備校の先生です。日本人対象の受験の先生です。で、こんなこと言うと怒られますけれども、その授業に磨きをかける意味で日本語教師にもなりました。で、日本語教師始めたのが1996年からなんですけれども、最初はね、そんなに続かないかなと思ったんですけど、気がついたら今の今までずっと日本語教師やってます。で、当然私も養成講座出ましたので、最初の頃はですね、日本語の初級の学習者さんを指導するなんてこともあったんですが、途中からですね、この先生は中上級の授業の方が面白いっていうことになって、中上級を受け持つようになって、さらにはですね、大学に進学するっていう希望者がたくさんいらっしゃいましたので、大学への進学指導等にも参加するようになりました。が、ちょうどその頃ですね、私、実はテレビに出演してしまいました。そのテレビっていうのもとんでもない企画でですね、暴走族って日本語わかりますかね。暴走族の若者とかですね、いわゆる言葉悪いんですけど、不良と呼ばれる若者たちを構成して、大学へ進学させようなんていう、ちょっと考えただけでね、とんでもないテレビ企画だったんですが、そこの学習指導員として、参加いたしました。企画に参加しました。そして、その企画の中でですね、さんが全面的に私を支持してくれて、私に一任してくださって、で、私がもう徹底的にいろいろと学習指導するんですけれども、ですね、当然、暴走族とか不良の血の気の多い若者ですから、一緒に、っていうか、そちらの方が主人公だったんですけども、超怖いですね、武道家の先生がね、ホームラン級のバカーとかって言いながらですね、生活指導の方されてましたけれども、学習指導の方も全力でぶつかることができて、なんとですね、その暴走族の方からですね、大学合格者を出してしまったんですね。テレビ局側としてはもうすごい大喜びですね。最終回はすごく感動的に仕上がっててですね、視聴率見るとね、3000万人の人が見て涙しましたよなんて言ってくださいましたけれども、実はその日本語学校の学院長、女性だったんですけれども、その校長先生ですね。校長先生もそのテレビを毎週見ていて、最終回感動したって、おっしゃっていただいたんですが、ある時呼び出されてですね、一言、暴走族の若者を大学に合格させられるなら、留学生なんて簡単でしょの一言で、私が留学生の進学指導を全面的に担当するようになりました。そんな経緯がありました。で、当時はですね、まだまだ外国人留学生の進学に関する情報とか、そういう関係の本とかで参考書、問題集っていうのが、なかったんですね。あっても、全然とんでもないこと書いてあったりですね、これインチキじゃねえのみたいなですね、大嘘書くようなね、本もあったりとかでですね、こういったものが一切当てにならないということで、
教科書も私が執筆してですね、自作してみたりとか、情報なんてのも日本人の受験生の方から流れてくる情報と照らして、外国人留学生の進学指導、受験対策を行ってまいりました。他の動画でも言っている通りですね、これですね、何度も出てますけれども、毎回アンケート取ったりですね、試験終わった後のヒアリングとかして、データを積み重ねていって、当時はまだ開かれてなかったっていうこともあったんですけれども、すごく驚異的な進学実績を出すことがおかげさまでできまして、その後ずっと外国人留学生の大学進学指導を中心にやってまいりました。そんな私の方からですね、これから日本の大学を目指そうという外国人留学生たちへの、アドバイスといいますか、またできればですね、先生方も参考にしていただけたらみたいなお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、初回ですので簡単にお話ししていきたいと思います。はい、まず大前提です。外国人留学生が受験する大学の入試は特別選抜入試で実施されます。まずこれをしっかりと確認しておいてください。これはどういうことかと申しますと、実はですね、この特別選抜入試なんて話を学習塾とか予備校の先生が聞けば、一発でどんな試験か分かって、どういう対策をしていかなきゃいけないかなんてのもすぐ分かってしまうんですね。ところがですね、私が大学進学の指導、留学生の指導を任された頃の日本語の先生たちっていうのは、やはり日本語の先生は日本語のプロですけれども、入試に関しては、よく分かってなかったんですね。で、そこに私がずけずけとこういうもんですよみたいな話をして、すごくイラッときたらしくてですね、ちょくちょく喧嘩してました。しまいにはですね、あなたは日本語教師をバカにしてるのよなんて叱られたりもしましたけども、逆にですね、あなた方こそ受験をバカにしてるでしょっていうことで、大喧嘩になったりとかね、したこともありましたけれども、そんな間やでですね、進学指導を続けてきて、実際に結果は出せたんですけれども、その特別選抜入試です。この特別選抜入試というのは、日本人が受験する特別選抜と同じです。日本人が受験する特別選抜の中には、学校推薦型選抜とか、自己推薦型選抜とか、様々な、ここ出てますけれども、こういった選抜方法があるんですね。その特別選抜枠の中に、私費外国人留学生特別選抜が、入っている。これが外国人入試です。ですので、他の日本人の特別選抜と同じスケジュールで準備するようにしていってください。それはどういうことか。周りの日本の人たちに聞いてみてください。大学の推薦入試はいつ実施されるのかって聞いてみましょう。高校を出た大抵の日本の方ならご存知だと思います。この推薦入試というのは留学生の特別選抜と同じ特別選抜に分類されるんですが、日本人のこの推薦入試っていうのはだいたい9月から始まって12月には終わってしまう入試なんですね。はい。で、12月に終わってしまった後、年明けには一般選抜という一般入試が行われるため、この特別選抜っていうのはほぼほぼ12月までに終わってしまいます。そうなるとどういうことか。簡単なことです。日本留学試験、6月と11月に2回実施されますが、はい、どちらが大事ですか？ 6 月の試験が大事になってきます。6月の試験の結果が7月下旬に出たら、7月下旬から8月にかけて開かれる大学のオープンキャンパスっていうところに参加して、で、情報を集めて志望校を決めて、9月から12月で勝負をかける。これが特別選抜のスケジュールになります。で、これは外国人だけじゃなくて、実は日本人も同じなんですね。日本人にとってすごく大切な成績が、やはり7月下旬あたりに出るんですね。で、その成績をもって特別選抜を受験できるか、あるいは一般選抜を受験するかを決めていく。で、特別選抜受験するぞとなったら、オープンキャンパス行って必死に情報を集める。こういう流れになってます。ですので、日本留学試験は6月の試験を受験するようにしましょう。で、ここで一つポイントが出てきます。日本語能力試験はどうなんだ？ JLPT はどうなんだって話が出てきますが、はい、これ。私が本格的に大学進学の指導を始めた頃も同じことで議論となりました。というのは何かっていうと、未だにいらっしゃるようですけれども、日本語の先生の中には、日本語能力試験 JLPT の N2 以上に合格すれば大学に進学できると本気で考えていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。
私が進学指導を始めた頃は特にひどくて、日本留学試験で出願できる大学の方が少ないなんて言い出す始末なんですね。で、実際にですね、統計とか取ったいろんなサイトとか情報を見ますと、日本の大学の6割弱で日本留学試験を採用しているみたいなことが出てるんですね。6割弱っていうと半分ちょっとですか。だったら JLPT でもいいだろうみたいな話が出てくるんですけれども、これには非常に重要な背景が含まれています。というのも、現在日本は少子化の波に襲われています。少子化、若者の数がどんどん減ってるんですね。その結果、大学に進学する若者の数も減っています。そうなると、どういうことが起きるか。人気のある大学に受験生が集中して、人気のない大学には受験生が集まらないという現象が起きてきてるんですね。中には100名募集して20人しか集まらないような大学学部もあったりします。人気のない大学ってのはそういう状態なんですね。じゃあ、片や人気のある大学は有名大学ですね。名門大学とか呼ばれる大学は相変わらず、勉強ができる人しか入れない、非常に難しい大学となっていますが、人気がない不人気大学はどんどん簡単になっています。そういった人気のない大学が学生が集まらないということで、留学生を集めようと力を入れ、日本語能力試験でも出願できますよ、みたいな形で募集活動をするんですね。ですので、半分ちょっとが日本留学試験を採用している。じゃあ残りの大学はというと、ほとんどが不人気大学になってしまいます。不人気だからといって、大学、質が悪い大学とか悪い大学かっていうと、そうでもなくてですね、その不人気の理由っていうのも、ほとんどが立地、大学のある場所が原因だったりするんですね。実際に、私も日本語の先生の資格、日本語教育能力検定試験に合格しましたけれども、その試験を受けた大学っていうのは、あまり人気のない大学だったんですね。で、試験会場に行ったんですけれども、電車で1時間以上、で、駅からさらに30分以上バスに乗って行く。しかも大雨の日だったんですね。ずぶ濡れになりながら行って、もうこんなとこ来たくない。頼むから受かってくれって言ったら、受かってたんですけど、合格してたんですけれども、それくらいちょっと通うのが不便な場所にあるような大学はやはり、人気が落ちてしまうっていう感じですので、そういうのが気にならない方でしたら、ぜひですね、不人気大学だなんてことをね、気にしないで進学するのも手ですけれども、日本留学試験を使う大学は、ほぼほぼ有名大学、一般私立大学だと考えて間違いありません。とは言いましたけれどもですね、例えば美術系の大学、芸術系の大学とか、特別なね、スキル系の大学とかっていうと、日本留学試験よりも日本語能力試験をですね、受験出願資格にしているなんて大学もいくつかあるんですけれども、ほとんどが、日本留学試験が大事で、もし本気で日本の大学、名のある大学を目指そうとしたら、日本留学試験、6月の試験を頑張るようにしましょう。続いてですね、特別選抜の特徴をお話しします。特別選抜入試というのは、基本、絶対評価が原則となります。他の動画でも言ってますけれども、相対的な評価というのは、出願の段階で行われます。人気のある大学は倍率が高くなるのを防ぐために、成績順に並べてですね、足切りみたいな感じで、成績の段階で不合格者を決めてしまって、で、合格した中から一人一人面接とかですね、小論文とか志望理由を吟味してですね、内容を確認して、合格不合格を決めていくっていう絶対評価なんですけれども、そういった背景からですね、日本留学試験で何点以上取れば、この大学に合格するということはありえません。ありえません。これは特別選抜の常識です。出願者の数とか、その年の状況によって合格不合格が左右されるというのも特別選抜入試の特徴です。というのも何かって言ったらですね、日本留学試験の日本語、100何点しか取れない。それ103とか104とかそんな点数だったと思うんですけれども、それくらいしか取れなかった留学生がいたんですね。で、その留学生はどうしてもですね、マーチ。他の動画でも言ってますけれども、日本の東京にある有名私立大学のマーチ以上の大学に行きたいということで、ある大学に出願したんですね。103点か104点で。
で、もう無理だよとか周り散々言ってましたけど、いいから出せって出させたんですね。で、出させた結果、どうしたかって言ったら、はい、彼合格しました。合格しました。出願制限がなかったんですね。その学部は出願制限がなかったんで、何点でも出願できたんで、彼は103点だか4点で出願して合格しました。で、もちろん英語の試験もあったんですけれども、英語の試験もあんま良くないって言ってたんですけれども、それでも合格しましたね。で、会話が上手だったんで、面接は問題なく、面接官にも気に入られたんだと思うんですけれども、これが特別選抜入試です。はい。合格しちゃうんですよ、そんな点数でも。その年の状況、その年の出願者によって合格不合格決められないんですね。だから、例えば、有名大学のなんとか大学は、日本留学試験で何点以上取らないと無理だよ。こんなのは信用しないようにしましょう。その年の状況によっていくらでも変わります。と言いましたが、実はその彼ですね、100何点かでね、合格した彼のその受験の年って実はコロナだったんですね。コロナで出願者が彼しかいなかったそうです。だから受かったんでしょう。ねえ。はい。こういうのも状況を把握するのが受験屋さんのお仕事で、予備校とか学習塾では普通にやってると思います。かと思えばですね、また留学ブームなんてのが起きてですね、志願者が殺到してですね、募集10人のところに300人ぐらい受験出願するなんていう場合ですと、やはりね、成績、そこそこの成績でも合格は無理だろう、みたいな状況になってくるっていうのが、特別選抜ですので、もうあらゆるですね、ことを想定しながら出願するようにしてってください。で、肝心なことは何か。他の動画でも言っていますけれども、やはりですね、成績大事です。成績本当は大事ですよ。それで足切られたらですね、面接も受けられないですから、留学試験の成績は1点でも多く取るように指導していますが、最終的にはやはりその受験生の人柄とか、考え方、ものの見方、思考力、判断力、表現力を見てくるんですね。ですので、私なんかは、まずは、今ちょうどゴールデンウィーク、5月のゴールデンウィーク中ですので、それ終わったら、6月の留学試験まで、とにかく留学試験対策頑張れって頑張らせて、で、留学試験が終わった途端に今度は中身を頑張れということで、小論文とか志望理由の対策授業っていう形で、お話ししてるんですけれども、はい。こちらの動画、ちょっと時間長くなりましたけど、ここで一回ですね、おしまいにしてですね、次の動画からはですね、その小論文対策、志望理由対策に関わる、普段私が授業しているようなお話を、動画としてアップできたらなぁなんて考えていますので、ぜひご期待いただけたらと思います。とは言っても、ね、次いつ動画アップできるかわかりませんけれども、頑張ってアップしますので、よろしければですね、チャンネル登録、またいいねなんてのを押してくれて、次の動画出るまで、待っていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本語学習チャンネルビューティフルフレンズの須藤です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、日本留学試験、本当にお疲れ様でした。出来の方はいかがだったでしょうかね。いろいろと引きこもごもだと思いますが、試験の結果がですね、だいたい1ヶ月後の7月下旬あたりに、発表されますので、それまでですね、しばらくの間時間がありますので、ぜひですね、この期間は日本でしか体験できないこと、いろいろな経験を積む時間に当ててください。また、この間にですね、進学説明会とか、大学のオープンキャンパスがいよいよと本格的に始まりますので、ぜひそういったものにも足を伸ばしてですね、志望大学、受験校の情報集めをしっかりとしていくようにしましょう。そんなわけで、今回の、こちらの動画では、特別選抜入試、外国人入試の2回目としまして、特別選抜入試の要件について少しお話できたらと思います。特別選抜入試の要件として覚えておいてほしいことは2つ。1つは12年学歴。そしてもう1つが将来の夢となります。まず最初に少しですね、日本の人の教育についてお話ししたいと思います。日本の人が赤ちゃんとしてこの世に生まれて、しばらくするとですね、保育園とか幼稚園というところに通うようになります。もちろんこれは行かなくても構わないのですが、大体の子供たちが保育園なり幼稚園なりに通うようになります。そして6歳になるといよいよ小学校に入学するんですね。
で、小学校に入学して6歳から12歳までの6年間、小学校で教育を受けることになります。その小学校を12歳で卒業したら、次は中学校へ進学することになります。この中学校では、12歳から15歳までの3年間過ごすことになっていきます。そして、その中学校を卒業した後、大体ですね、97% が次の高等学校、高校へ進学することになります。この高校では15歳から18歳までの3年間過ごすことになるんですね。で、こちらの今の教育、学校の話を振り返ってみますと、この小学校と中学校は義務教育といって、必ず教育を受けなければならない9年間となっています。そして、この高等学校、高校ですが、高校は別に進学しなくても構わないんですね。ですが先ほど申しました通り、97% の日本の若者が高校に進学することになって、で、3年間高校で生活をする。この高校を卒業するまでのこの12年間を12年学歴なんて呼んでるんですね。で、この12年間を修了した高校生が次の段階で、4年生の大学に進学したり、短大に進学したり、あるいは専門学校に進学したり、卒業した後就職するなんていう高校生もいるんですが、大体ですね、この 57% の高校生が大学へと進学していきます。ちなみに内訳言いますとですね、短大、これ 3% しか進学しないんですね。で、専門学校なんていう学校にも 21% の人が進学して、で、残りはその他として、就職したりですね、海外にチャレンジするなんていう若者が出てくるんですけれども、これが日本の高校生までの学歴となります。そして、大学へ進学するには、この12年間勉強してきたことの集大成として、その勉強の成果を試す入学試験というのを受験して大学へ進学していくことになっていきます。つまり、その入学試験の成績によって大学の合格不合格が決まる。これが大学入試なんです。と言いましたけど、これは世界どこの国でもですね、似たような制度をとってると思うんですが、こちらの方ね、勉強一生懸命頑張ってね、入試に向けて受験勉強って勉強して、晴れて大学の試験を受けて合格した。なんていう人が大学へ進学できるんですね。ところがですね、私たち昭和のおじさんおばさんの世代では、そんな中から問題が出てきました。どういうことか。受験戦争という問題が出てきたんですね。最近の日本社会ではよくですね、テレビで韓国の受験戦争とか、中国の受験戦争、中国だ、戦争どころか地獄だなんですね、受験地獄だなんてテレビで放送されますが、実はですね、私たち昭和生まれのおじさんおばさんたちの頃も、日本でも受験地獄、受験戦争があったんです。入学試験の点数がわずか1点違うだけで、10人が100人も200人も違ってしまって、それが致命傷となって大学に不合格になってしまう、なんていう、そんな時代でした。とにかく勉強で、勉強できる人しか大学に進学することができませんでした。ところが、ここで問題が起きてきます。というのも、大学へ進学する理由は様々ですが、大学進学した後の就職ですね。その就職の段階で企業はその大学の名前で選ぶなんていうことが起きたんですね。少なからず今もあるんですが、こういうのを学歴フィルターと言って、まず就職試験を受ける際にですね、自分の履歴書とか出しますけれども、その際の大学の学歴、名前によってもうそこで採用不採用が決まってしまう。こんなことが起きてしまうんですね。その結果、受験生たちはどうしたかというと、とにかく就職に有利になれるようにということで、一流大学、有名大学、名門大学に合格しようと一生懸命受験勉強をしてきました。そして試験を受けるんですが、今お話しした通りですね、大学で何を勉強するか
よりも、その大学の名前、ブランドによって志望校を選ぶ。そんな現象が起きてしまったんですね。その結果、とにかくその有名大学に入りたいからといって、すべての学部を受験する、なんていう受験生も出てきました。例えば、こちらですね。この有名大学、っていうか有名大学だけじゃなくて、私立大学っていうのは、大体ですね、その大学にある学部の入試日程っていうのは、1日ずつずらしていて、同じ日に全部入試やるっていう方が少ない方です。で、こちらの超有名大学は、とにかく超有名で、就職でも圧倒的に有利になる。ということで、この大学の、学部、すべてに出願する。なんていう受験生も出てくるくらいです。すべてっていうとたくさんありすぎるんで、大体ですね、こちらで例を出した通り、5つの学部全部に出願するんですね。そして、5つの大学を1日おきに試験受けていって、で、その中で合格した学部に進学する。こんな受験生が大量に発生しました。となると、どういうことが起きるか、もう想像できるかと思います。例えばこの例で言うと教育学部しか合格してませんので、この受験生は教育学部に進学するんですが、教育とかそういったものに全く興味ない人が大学のブランドが欲しいだけで進学する。こんな現象が起きてくるんですね。これを日本語で不本意入学と呼んでいます。本当はこんな勉強したくなかったのに、成績でこの学部にしか入れなかった。だから仕方ないから通うんだ。なんていう、そういった大学生がたくさん出てくるんですね。当然、自分の興味のない学部に入ってしまった以上、勉強自体全然興味ないんですね。その結果、大学に入ったその受験生たちが、大学の4年間、勉強はそこそこにして、とにかく遊びまくる。そんな社会現象が起きて、で、大学のことをレジャーランドだなんて呼んだ時代もありました。こういった問題が発生したんですね。成績で志望校を決めるとなると、こうなってしまうんだろう。ということで、大学側もこれはいかんということで、様々なことを検討しました。その検討の結果、とにかく不本意入学を避けよう。本当にこの大学で、本当にこの専門の分野で勉強したいっていう受験生をなるべく合格にさせよう。ということで力を入れたのがこの特別選抜入試です。また、東京の有名私立大学の慶應義塾大学では、アメリカの入試制度に倣って AO 入試なんていうのも始めたんですね。で、この AO 入試っていうのは、現在では総合型選抜なんて呼ばれていますが、この特別選抜と総合型選抜というのは、実はそのような背景があるのです。ですので、先ほど特別選抜の要件ってお話ししましたが、この要件とは、一つ目は12年学歴。12年学歴の要件に加えて、こちら目的意識。これが特別選抜入試の要件となってきます。目的意識。つまり、将来自分は何をしたいのか。将来の夢ですね。その夢につなげるために、この大学でどんなことが勉強したいのか。これが特別選抜入試では最優先の要件となっています。時々こんな話するとですね、じゃあ将来の夢がないと大学行っちゃいけないのかなんて文句言う受験生もいるんですが、今お話しした通り、将来の夢がなければですね、一般選抜、一般入試を受ければいいだけなんですね。けど、一般入試の成績で志望大学とか志望学部を選んだ結果、不本意入学が起きてしまった。それをなくすために設けられているのが特別選抜であり総合型選抜ですので、まずこちらの最重要要件として将来の夢、これが問われるというふうに認識しておきましょう。ということで、今回はこの特別選抜に必要な要件として2つお話しいたしました。次回の動画ではですね、このうちの将来の夢、その夢の考え方、見つけ方についてお話ししたいと思います。よろしければチャンネル登録をして、次の動画のアップまでお待ちください。